どうもこんにちは。平田家具店店長の平田隆です。今回はですね、カーペットの切り方の基本テクニックを実演ということで、ビフォーアフターと今出ておりますけれども、この場所に、実際に店長がカーペットを敷くところを見ていただこうというわけですね。店長たちがですね、実際にお客様のお宅でカーペットを敷くときに、例えば柱の出っ張りですとか、カーペットが壁にカーペットの方が大きくてカーペットを切るときですとか、そういうときにやっているテクニックを見ていただこうというわけでして、今やっておりますのはカッターの刃を出さずにカッターの先端を、押し付けております。カーペットがですね、壁に立ち上がる。カーペットの方がお部屋より大きくて、壁にわさと立ち上がっているところをですね、角をカッターでさっきみたいに押し付けていただくと、映像のようにですね、線が入る。カーペットに跡が残るんですね。これが結構大事でして、今、まず、線を入れます。でそれは一旦置いておいて、次にですね、例えば柱なんかに合わせて切っていくんですけれども、いきなりギリギリのところじゃなくてですね、カッターを今斜めに入れて、大きめになるように、失敗しないように切っております。斜めに切っていってですね、この辺で一回止めまして、はい。ここからはカッターを使って、切っていきます。こういう時はですね、カッターで、これ今上からの目線なんですけども、カッターで、例えば柱なんかに沿って、壁なんかに沿ってですね、刃を沿わせてカーペットを切っていくと、ちょっとたどたどしくて申し訳ないんですけども、壁などにカッターの刃を沿わせてですね、切っていくと、最後の方はまっすぐ決めることができます。で、カーペットを、バサッと落としたら、先ほどのようにカッターの刃をしまって、カッターの先端で跡をつけております。これ結構念入りにやっておくと、作業がしやすいわけなんですね。はい、ちょっと見えにくいですけど、指で今沿ったところに跡が入っております。はい、でこういうふうに一旦合わせまして、今度今指さしているところにちょっと段差がありますので、そこですね、こういうふうになっているときは、カッターで直接合わせていくと、大きめに切ったりとかっていうのはなくてですね、柱なんか、出っ張りの部分のところに沿わせて切る。ちょっと切り残したところをハサミなんかで切ると切りやすいですね。はい、これ、写真で後で撮ったものなんですけども、こういうふうに、綺麗に合わせることができます。はい、そしたらですね、先ほど跡をつけたところ、動画で言うと階段側の面なんですけど、ここを切っていくんですが、カーペットに跡が残っているんですけど、その跡をいきなり切るとですね、必ず短くなってしまうんですね。なので、カッターで押し付けたところの線より、外側、これ動画で言うと、階段側ですね。必ず大きめになるように、線の外側を切っていくと、失敗がないですね。まず大きめに切ってみてですね、今合わせてますけど、ちょっと大きかったので、もう一度、めくって、はい、カーペットの線のちょっと外側を少し切っております。こんな風にですね、カーペットの後の、外側を何度か切るような形で、調整していく。いきなりぴったり合わせようとしないでですね、大きめに切って、ちょっとずつ合わせていくというやり方が一番確実かなと思いますね。はい。これ今、
ピタッと合ったので、次の工程に行っております。次はこの大きなところを切っていくんですけども、はい。まずこうカーペットに線を入れるのはですね、例えばマイナスドライバーですとか、ハサミの背とかでも、押し付けると跡が入ります。はい。でこうやってめくってみると跡がついてるのが見えますね。で先ほども、ちょっとしつこいくらい言ってますけども、この線の、外側ですね。今ハサミの外側に合わせてますけど、必ず線の外側を切って大きめに切るようなイメージ。この線の真上を切ると必ずカーペットが短くなってしまいますんで、カーペットのちょっと外側を、線の外側をこういう風に切るというわけですね。で、ちょこっと切ってみてですね、大きめに切っていただいて、一度このように、カーペットを合わせると、どのくらい大きく切ったかわかるわけですね。これは今、店長慣れてるんで、ぴったりサイズにいきなり切ってますけど、必ず、慣れないうちは、大きめに切っていただいて、後から何度か切っていただくというやり方の方が、間違いなく切れると思います。はい。広範囲切る場合はこのようにですね、カーペット全体を一度めくっていただいて、こんなような、スタイルにしていただいて切ると切りやすいですね。はい。こんな風に、線の外側を切っております。切り終わりましたら、あとはこう合わせていただいて、大きければ、ちょっと触ってみてですね、大きければもうちょっと切った方がいいなっていう感じで調整してもらえばと思いますね。はい。今回はこれでぴったり合いました。今、やってる白い壁のところはちょこっとこう立ち上がってるんですけど、こういう風にですね、あまり切るほどじゃないなという時は立ち上がらせておくというのも一つの、手ですね。なので今回はこれで、敷き込みは終了と、切るのは終了ということになります。はい。よろしければ参考にしてみてくださいね。はい。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ブログもやっておりますので、そちらもよろしければご覧になってみてくださいね。